ヒロさん、クイズです。この花束の使い道ってわかりますか？え、お供え用じゃないんですか？正解です。なんでわかりましたか？だって赤い花はともかく、白と黄色の花は菊ですよね。菊の花といえばお供えなのは当たり前じゃないですか？その通り。でも、海外だとそうとは限らないんですよ。なので、日本人が他の国の方から花束をプレゼントされた時に驚くことが結構あるみたいですよ。確かに、こういう感じで売られていたら、普通の花束と間違えそうですね。例えばメキシコだと、マリーゴールドは死のイメージが強いので、贈り物にはあんまり良くないみたいです。へえ、そうなんですね。日本人から見たら明るくてとても可愛い花なのに、文化も違いって面白いですね。Hi there! ジュリです。では早速、今日の会話についていくつか解説をしていきます。ヒロさん、クイズです。この花束の使い道ってわかりますか？使い道。これは、物やお金をどのように使うか、その目的や方法を意味します。例えば、古い建物の使い道を考えている。古い建物をどのように使っていくか、その方法を考えているという意味です。お供え用じゃないんですか？お供え。これは神様や仏様、また亡くなった人のためにお花や食べ物などを贈ることです。例えば、お墓にお供えするためのお花を買いました。亡くなった人のためにお墓に置くお花を買いましたという意味です。その通り、その通り。これはフレーズです。相手が言ったことが正しいと認めるときに使う言葉です。例えば、この道をまっすぐ行けば駅ですよね。その通りです。正しいですと同じ意味になります。だって赤い花はともかく白と黄色の花は菊ですよね。菊の花といえばお供えなのは当たり前じゃないですか。A はともかく B は。これは A は今は考えないで B について話すという意味になります。A よりも B の方が大事。例えば、あのラーメン屋は値段はともかく味は本当に美味しいです。これは値段。ここについては今は考えない。きっと値段が高いんでしょうね。値段よりも味が美味しい。そこが大事だという意味になります。ヒロさんのセリフでは赤い花はともかくと言っています。ヒロさんが話したいことは白と黄色の菊と呼ばれる花について話したいので赤い花はともかくというふうに言っています。でも海外だとそうとは限らないんですよ。なので日本人が他の国の方から花束をプレゼントされた時に驚くことが結構あるみたいですよ。とは限らない。これは全部がそうであるとは言えないという意味になります。例えば、日本人全員が寿司を好きだとは限らない。
寿司を好きな日本人もいますが、嫌いな日本人もいますという意味になります。サナさんは、ヒロさんが菊はお供え用の花であることは当たり前ですと言ったことに対して、日本では正しいですが、海外だと違うこともありますと言っています。では最後に2人の会話を声に出して一緒に読んでみましょう。ヒロさん、クイズです。この花束の使い道ってわかりますか？お供え用じゃないんですか？正解です。なんでわかりましたか？だって赤い花はともかく、白と黄色の花は菊ですよね。菊の花といえばお供えなのは当たり前じゃないですか？その通り。でも、海外だとそうとは限らないんですよ。なので、日本人が他の国の方から花束をプレゼントされた時に驚くことが結構あるみたいですよ。確かに、こういう感じで売られていたら、普通の花束と間違えそうですね。例えばメキシコだと、マリーゴールドは死のイメージが強いので、贈り物にはあんまり良くないみたいです。へえ、そうなんですね。日本人から見たら明るくてとても可愛い花なのに、文化も違いって面白いですね。お疲れ様でした。今日のレッスンはいかがでしたか？日本には他にもお花に関するいろいろなルールがあるので、もし悩んだ時はお花屋さんに質問をしてみるのがいいかもしれません。今日の動画が役に立ったと思ったら、LIKE をしてもらえるととても嬉しいです。日本語の質問があったらコメント欄にお願いします。ではまた次回お会いしましょう。お相手はジュリでした。またね。